はい、皆さんこんにちは。今日はお出かけ動画です。電車で街に向かってるんですが、後ろ向きの席に座ったので景色が後ろに進んでます。サウスバンクというところで降りました。このジャカランダ、紫の花がとっても綺麗に咲いています。また後でたくさん出てくるのでちょっとお話ししたいと思います。川の方に向かって歩いていきます。この日は本当にいいお天気で、見てください、この雲一つない青空。ブリスベンは川の町なのでビーチがないんですけど、その代わりこの人工ビーチが町の中にあって、週末はたくさんの人でにぎわっています。今回の動画は旅の Vlog なんていうおしゃれなものではなくて、普段私が本当に生活している街をだらだら歩きながらこう喋っている動画なので、ゆったりと見ていただけたら嬉しいです。今日はフェリーに乗ると決めてきたので、フェリーに乗りたいと思います。時刻表がたくさん貼ってあって、どれに乗ればいいのかわからなかったので、案内のおじさんに聞いてこれに乗ることにしました。早速乗り込みました。もう席に座った状態です。これ屋根のある中の席と屋根のない外の席があるんですけど、私はもちろん外の席に座っています。ちょっと見てください。見てますか？この青空、そして顔を吹き抜ける風、もう最高かよって感じです。普段一人行動が多くて、この日も一人だったんですが、毎日私の動画を見てくださってる皆さんとお出かけしているような気持ちで、私はずっとニコニコで動画を回してました。今10月で、オーストラリアの季節的には春なので、こう暑くもなく寒くもなく、観光には最適の気温でした。ブリスベンは街の真ん中を大きな川が通っているので、こう川の北側と南側を結ぶこういった橋をたくさん見ることができます。動画でもわかると思うんですけど、オーストラリアの日差しって本当に強くて、でもこう周りの人見てもらえばわかると思うんですけど、誰一人長袖なんて着てる人いないですよね。全然気にしてないです、皆さん。そんな中、私はユニクロの UV カットパーカーを愛用しております。ブリスベンで一番有名なストーリーブリッジが見えてきたので、慌ててカメラを回しています。自撮り棒でこの景色と自分をいい感じに入れるの結構難しいですよね。ちょっと揺れて、私は予想外の出来事に怖くて声を上げていたんですけど、誰一人何も反応していなくて、あれってなってるところです。そういえばこのフェリーなんですけど、ローカルの皆さんにとっては普通の公共交通機関として使われているもので、バスとか電車と同じような存在で、通勤とか通学に使われています。見てください、この青空。オーストラリアに来てから日本に一時帰国してこう比べてみたんですけど、オーストラリアの方が空が絶対青いです。これはこう日本はね、もちろんJapan is the best なんですけど、日本大好きなんですけど、空の青さはなんかオーストラリアの方が青いなっていう、どっちもいいんですよ。どっちもいいんですけど、すごい青さが濃いなっていうのを感
感じました。異論がある方はね、是非比べてみてください。サウスバンクから20分ぐらい乗ったところ、ニューファームパークというところで降りてみました。ニューファームパークはさっきも出てきたこの紫の花ジャカランダの木がたくさん植えられていて、ジャカランダをたくさん見ることができます。この紫の花と青空、もう幸せですね。ニューファームパークはジャカランダの木で有名なんですけど、こうやってバラの木もたくさん植えられています。ジャカランダってオーストラリアの桜って呼ばれてるんですけど、桜を知ってる日本人の私からしたらね、桜の方がもう何十倍も何千倍も綺麗なんですが、ジャカランダももちろん綺麗なので、見たことない人はぜひ見てほしいですね。ジャカランダは近くに行くと結構スカスカなので、遠くから見ると綺麗ですね。こちらオーストラリアはクイーンズランド州でよく見られる鳥なんですけど、正式名称は分かりません。この黒い部分が髪の毛みたいに見えるので、私は勝手におじさんと呼んでいます。なんかああいう公園とか行くとお弁当を作って友達とか家族とピクニックしたいなって思いますよね。10分くらい待ったところで待ち受けの私が乗るフェリーがやってきました。可愛いですね。向かってきてます。私長野県出身なので海がないので、もう船とか海とか全然馴染みがないので、私にとってはすごく新鮮です。中はこんな感じでトイレもあって、後ろがこんな感じ。帰りは後ろ側に座ってみることにしました。この日は結構風が強くて、なんか揺れないかなとか心配だったんですけど、全然そんなことなくて、もうすごいスムーズです。滑らかで、2階もあります。2階上がってみたんですけど、席がなかったので降りてきて下に座りました。ここに座ってたら隣にいたおじさんが写真撮ってあげようかって言ってくれたので、写真を撮ってもらったんですが、それがこちらです。あれ、なんか顔が、なんか写真撮ってくれる前にもうちょっとしたら光の加減がいい感じになるからってすごい説明してくれて、なんかいい感じに撮ってくれるんだってちょっと期待したんですけど、でもありがたいですね、撮ってくれたのは。はい、今後ろのデッキに誰もいなくてテンション上がって動画撮ってますね。行きはこの風で乱れる髪を気にしてたんですけど、帰りはもう気にしてません。これめっちゃいいアングルじゃないですか。テンション上がって上着も脱いじゃってます。ストーリーブリッジは夜もライトアップされてとっても綺麗で、橋の周りには素敵なレストランがたくさん集まっています。誰か連れてってくれないかな。フェリーといえばシドニーでも公共交通機関としてフェリーがたくさん使われていて、シドニーに住んでた時に私たまに乗っていたんですけど、その日雨と風でものすごい揺れて、しかも夜だったので景色が見えなくて、で中に入らなくちゃいけなくて、もう縦揺れですっごい揺れて、もうほんと地獄だったんですよ。もう酔うとかじゃなくて、私は恐怖でパニックになっちゃって、もう本当に海に
飛び込みたいぐらいパニックになってしまってですね、もうそれからもう船は乗らないって決めてたんですけど、乗ってますね。見てください、このフェリーを楽しんでいる私の顔。これをお届けできたことで私は満足です。今回髪型も工藤静香さんみたいになっていて、私の頭の中では嵐の素顔が流れています。髪がいい感じに描き上がって仕上がってます。いい感じですね。ということで話が脱線したんですけど、やっぱり私電車は大好きなんですけど、飛行機と船はもう極力乗りたくないですね。こんな海外に住みながら言うんですけど、でもこのフェリーは天気が良くて、こう波のない日だったらもう皆さんにおすすめしたい。もうスムーズでディズニーランドのジャングルクルーズみたいだなって思いながら乗ってました。皆さんはどんな乗り物が好きですか？はい、そんなこんな話してるうちに最初のサウスバンクに戻ってきました。観覧車が見えてきましたね。日も沈んできました。最近はこうやって何もない時間、こう何もしないこう無の時間っていうのを大事にしてます。そういえば8月から半年間バス、電車、フェリーが50セント、一律ワンゾーン50セントになっているので、ぜひまた乗ろうと思います。ブリスベンの街のシンボルの一つ、観覧車の前にやってきました。日本以外の観覧車って小さくて速いですよね。私は苦手です。川岸にカップルが集うのは世界共通なんですね。私も仲間に入りたい。ブリスベンの写真スポットといえばこれ。私はここに住んでるのでローカルのふりをしてさらっと通り過ぎました。この橋は町の一番中心地に近い橋で、私もたまに歩いて渡っています。すごいバスの量。バスターミナルにつながってるので、すごいバスばっかりですね。川の向こう側にさっきの観覧車とフェリーが走っていた川ですね。フェリーって走るって言いますか？お腹が空いたのでご飯を買いに行きます。たまに行く日本料理のお店でテイクアウトしてきました。最近は何が食べたいかっていうのを自分の体に聞いて、その時その時に食べたいものを買ったり作ったりして食べるようにしています。この日買ったのがじゃーん、うなぎです。うなぎ大好きなんですよ。いただきます。こういう切り身があったら尻尾の方からいって最後美味しい真ん中辺で終わりたいので回しましたね。今もう久しぶりに食べたのでとっても美味しかったです。この顔、なんかよく悲しい顔してるねって言われちゃうんですけど、美味しい顔なんですよね、私にとっては。味わってます。こちらお値段が20ドル、2000円でした。で、ご飯大盛り無料だったので、もちろん大盛りにしてもらいました。
うなぎとの割合が合ってないんですけど、ご飯も大好きなので問題なしです。こっちの方がアングルがいいかなと思って移動したんですけど、頭上に鳥を発見してまた移動しました。記憶にある限り3回鳥に糞を落とされたことがあって、その初めてが小学生の時だったんですけど、それ以来もう本当に鳥が苦手です。好きじゃないですね。もう怖いです。鳥から逃げて移動してきたんですけど、今度は蚊が集まってきました。こう蚊の気配を感じて味に集中できてないんですけど、私本当に蚊にも刺されやすくて、みんなで外にいても私だけ蚊に刺されるとか本当によくあって、最近だと NMB48 のジッパーっていう動画を見てもらったら分かるんですけど、足に11箇所真っ赤な跡ができてるので、ちょっとよかったら見てみてください。せっかくの美味しいうなぎなのに蚊で味に集中できてないです。虫除け持ってくればよかった。うなぎ大好物なんですけど、私の中の好きな食べ物ベスト3っていうのがあって、1位が生牡蠣、2位がお寿司とか海鮮丼で、3位がうなぎっていつも答えてますというか、私がよく人に聞くんですけど、好きな食べ物3位までで、それを私はいつも答えてます。この3つの大好物テストに出るんで覚えておいてください。オーストラリアに来る直前、もう生牡蠣食べれなくなるなと思って、日本で牡蠣の食べだめいっぱい食べてきたんですよ。そしたらオーストラリアでも意外と生牡蠣って食べれて、レストランとかシーフードマーケットに行ったら売ってるので、よくご褒美に買ってます。私お酒とか飲まないので、みんなねお酒飲んだりお菓子食べたりってあると思うんですけど、私甘いものよりも生牡蠣の方が好きなので、お酒も飲まないし、なので代わりだと思ってよく買ってます。大人になってきて、もう体が食べたいって言ってるものを食べるようになりました。今まではバランスを考えてとか、野菜はこれぐらいで、タンパク質はこれぐらいでとかって食べてたんですけど、それよりも、生牡蠣が食べたいと思ったら生牡蠣を食べるし、ラーメンが食べたいと思ったらラーメンを食べて、こう自分をハッピーにして生きてます。でもやっぱり何ですかね、日本の食べ物は恋しいですね。日本はやっぱり食べ物が美味しい。鳥の声、この動画編集でどれぐらい残ってるか分かんないんですけど、聞こえてますか？親に電話するとよく鳥の声がすごいねって言われるんですけど、やっぱり日本では見ないような鳥がたくさんいて、そういう自然の音とかもこの動画で楽しんでもらえたらいいですね。というわけで蚊と戦いながら大盛りのうな丼を平らげました。日も沈んできてコウモリも飛び回ってきたので、お家に帰ろうと思います。喋りたいことは尽きないですが、今日はこの辺で終わりたいと思います。また動画見てください。バイバーイ。